はいどうも皆さんこんにちは。バイオリン道場へようこそ。今日は初心に帰りまして右手の弓の持ち方について解説しようと思います。この動画前にも出したんですが、前の動画からは少し発展してアドバンスト用っていうんですかね、ちょっともう少し難しいことも含めて話したいと思いますので、ぜひですね、前の動画も見たよって方ももう一回ですね、念のため見ていただくことをお勧めします。こうやってですね、繰り返しやることによって自分の勝手についてしまった癖とかそういうものが少しずつ取れていくことを、祈っています。というように、このチャンネル初めてご覧になった皆さん、ようこそバイオリン道場へ。このチャンネルは僕のレベルでしか話せませんが、バイオリンについて、技術について、いろんなことについてですね、皆さんと共有したくてチャンネルを作って配信をしています。もしよければチャンネル登録していただけたら嬉しいです。また Facebook にグループがありまして、同じバイオリン道場っていう名前でやってるんですけども、そちらのグループの方は、ルールに同意していただいた方のみの参加となっております。ルールに同意していただけない場合はですね、承認していませんので、そこのところご了承いただいて、もし興味があれば検索してみてください。では今日の内容に入りたいと思うんですけども、今日はですので弓の持ち方を根本的なところから解説して、その後にもう少し発展的な内容まで解説して、例をお示ししながらですね、動画を終わりたいと思います。ですので、何かしらご自身が出すバイオリンの音について、ちょっとなんかガサガサするなとか、思ったような滑らかな音が出ないなとか、持ってるとだんだん手が疲れてくるなとか、そういうふうに感じておられる皆さんは、ぜひ見ていただくと、最後まで見ていただくと、ひょっとしたら参考になるようなこともですね、お話しできるかなというふうに思います。で、弓の持ち方ですけども、おさらいにはなりますが、もう少し、詳しくちゃんともう一度ですね、説明してみたいと思います。弓というのは、少し寄ってみますけども、角度がついてまして、こうやって見ると分かりやすいですかね。角度がついてますね。こうカクカクカクと、ぜひご自身の弓で確認してみてください。この角度がついていますので、こう力のかける向きがですね、上方向と、斜め左下から斜め右下からの方向で、それぞれ指が対応して弓をしっかりと持っているっていうふうに考えるのが非常に分かりやすいです。角度がついているので持ちやすいですね。はい、ではそれぞれの角度、からの力について今から5本の指を割り当てていきます。でこの5本の指を考えるんですけども、5本ですから2本ずつに割り当てると1本足りないですよね。ただし1本足りない分は親指というのがあります。親指は一番強い力を出せる指ですので、親指というのは指を2本分にカウントして数えてあげるとちょうど都合が良いかというふうに思います。というわけで、では親指は1本で2本の指分ということですね。それからあとこの4つの指どういうふうに分けるかというと、真ん中2つとサイドの2つで分けます。真ん中2つは、今日はこの順番で説明してますが、真ん中2つの中指、薬指はこの弓の右下から左上に向かっての力で働きます。つまり少し手繰り寄せるようにこのように持っているわけです。ですので、とりあえず今一番基本的なところを話してますよ。一番基本ではこのように持つのではなくて、こういうふうに持つことをひとまずお勧めします。そして人差し指と小指は基本的には真上から一番上の面ですね、こう真上から真下に向かってこのように、またはこのようにというふうに押さえます。はい、いいでしょうか。今までついてきていただいてますか。そして親指は左下から右上に向かってこのようにつけます。ということで、無事にですね、この3方向の力が釣り合うことで、弓はしっかりと持っているわけです。3方向の力が釣り合っていない、つまり力が釣り合ってないってことはどっちかに動いていってしまうということですね。右からの力と左からの力で、左からの力の方が強かったらだんだんこっちの方に行ってしまいますね。これが同じ力で釣り合っているからこそ同じ場所にいて動かないでいられるわけです。それが
ちょっと発展して3方向からの力になったというふうに考えていただければ、頭の中では非常に納得がいくんじゃないかなと思います。ですのでおさらいしますと、親指がこのように左下から右上、そして人差し指と小指は真上から真下、そして中指、薬指は右下から左上に向かって少し手繰り寄せるようにして持つと、弓がこのように持てるということになります。ということでいかがでしたでしょうか。さて、ここまでは今までの動画でもちゃんと詳しく喋っている内容ですけども、こっから先というのはまだおそらく喋っていない内容になるかと思いますので、今までの動画でね、そんなこともう何回も聞いたわっていう方もぜひここからは耳を傾けてください。はい、そして今実際ですね、3方向での力の釣り合いっていう言葉を使ったんですけども、これは非常に基本的な、まずバイオリンを初めてやるよ、初めて弓を持ってるよっていう人、あるいは弓の持ち方がそもそも分かんないっていう人には非常に何て言うんでしょう、分かりやすい、納得しやすい説明なんですね。もう簡単に分かるわけです、この方向でって言えばね。ただし実際の演奏では少し違います。っていうのは、今の状態、今の説明でも弓を持てるんですけども、ちゃんとしたメソッドにのっとった弾き方では少しずれたり、少し指のこう使い方が違ったりっていうことがあるんですね。もちろんさっき説明したやり方が間違ってるってことではなくて、もう大元はあの持ち方でいいんです。大元はその持ち方でいいんだけど、実際弾いてるともう少し変えた方がいい音が出たりとか気持ちよく弾けたりってことがあり得るわけです。もちろん流派がありますよ。弓の持ち方っていうのは流派がありますから、それぞれ世界中でさまざまな弓の持ち方っていうのがされていますし、さまざまな方法で教育がされています。ですのであくまでも僕が示しているのは一例であって、これが絶対いいというわけではありませんので、そこはご了承いただいてご理解いただけると嬉しいです。その上で実際はどうなっているかと言いますと、実際に弓を持って演奏する時に、どうなっているかということなんですけども、まず親指は、基本的にはここの木がこうフロックがこう出っ張っていて、そしてすぐ隣から皮が出ていますね。このようにその間ぐらいに親指をつけるというのが一般的です。このように見えますか。ここですね。はい、もちろんこの辺で持ってもこの辺で持ってもいいんですけども、多分一般的に多くの人がやってるやり方はここにつけるやり方。はい、そして親指の先端ではなくて、できるだけ少し中の方で持つ。ただこれは個人差がありますので、一概には言えません。そして人差し指なんですけど、さっきの持ち方だとこのように乗せましょうねっていうふうに言いました。実際にはこうなっていますので、こうではなく若干斜めから当たっています。これは僕の場合ですね。でも多くの方はそうなんじゃないでしょうか。ただしここをギュッとこういうふうにたどり寄せるわけではないです。ただ当たってるだけ。そして小指はこれで見やすいかな。小指は実際に弾く時っていうのは弓は若干こちらに傾けます。ただしこれ傾けたままがいいと言ってるんではなくて、元に来た時にこの状態のままいくとガリッとこう全部の毛が当たってしまうので、少しこちらに倒すっていうのが一般的です。多くの人がやってるやり方ですので、こう倒れるので小指は真上ではなくて1個隣、この真上ではなくて1個隣のこの角度がついたところ、ここに乗ってる。でもあくまで力の方向は、こっち向きですよ。この指のこう従ってここから今画面でいう真下に向かって力が入るということになります。決してこう向こうに押したりとかこっちに手繰り寄せたりではなくて、ストンと下に向かってで弓だけが傾いてるということになります。そしてこの中指、薬指の2つっていうのは
若干は手繰り寄せるかもしれませんが、あんまり意識しすぎない方が良いかもしれません。でこういうふうにやる人もいますしね。これも実際正しいんですよ。でも多くはこのように持ってるのがいいかなと思います。そして、手の形に移っていくんですけども、手の形っていうのは弓を持つ時には、おそらくこれは世界共通というか、多くの先生方が同じように言ってくださると信じているんですが、あまり広げないで、こう何にも力を加えないでフラフラとしている状態で、少し肘を上げてみましょうか。そうするとだらーんと垂れますよね。今何にも力がない状態。そうすると程よく指って間隔が空きますよね。分かっていただけますか。閉じたりこうやって開いたりってことはないわけです。何にも力入れないと。でこれで少しこうやって開くんじゃなくて、閉じたような状態で、力を抜きます。でこの力を抜いて上に向けてるんじゃなくて下を向けます。で下を向けたところにダラダラですね。こうやって持ってきてください。で少し弓の方に指を弓の方に寄せていく。そして、指が正しく当たる位置に少し調整をする。ただしこの時に必要以上に広げたりとかそういうことはしないで、ほとんど力が入ってなくて、この弓が今こっちに落ちていかないのは、ただ単に親指とか親指でちょっとグッと支えていて、あとこちら側の4本の指で少し当たっていることで力が自分の方手前側にかかっていることで落ちないで済んでいるというぐらいです。ですのでこれ今こうするとすぐ取れる状態。でも小指で今こっち持ってない状態ではなぜ持てるかというと、小指で支えているからです。いいでしょうか。分かっていただけますでしょうか。でこの脱力して持つっていうことが非常に大事だということが最近分かってきまして、というのは今までの僕っていうのは脱力していると思ってたんですけど、できてなかった、実際は脱力できてなかったっていうことに気づいてなかったんですね。脱力してるつもりでも気づいてないっていうのは恐ろしいことで、今回、レッスンを受けることで気づかされたので、このような形で皆さんに共有したいというふうに思った次第です。で例えば何か音を出してみます。そしてバイオリンの音というのは基本的には理想的にはほとんど無理やりな力が入ってない状態でという風になるのが一番心地よく響くはずです。これを力を入れてしまうとこういう音になってしまいますからね。なるべくリラックスして音を出したい。ただしこれをすると弓の持ち方だけを意識している状態ですと、先に行った時には必ず弱くなってしまいます。逆に元に来た時にはこのように強くなってしまいます。でこれは、そういうふうに演奏するべき曲の箇所ではそれで良いんですけども、そうじゃなくてやっぱり力をね、ある程度のボリューム、音のボリュームが欲しい時もあるかと思います。そういう時はじゃあどうするのか、力を入れなきゃしょうがないじゃないかっていうふうに思うんですが、これが少し僕自身も勘違いしていた点であります。力は実際入ってないかと言われれば入ってるんですけども、それは例えばD 線で弾く場合も今から2パターンやりますね。これは手に力を入れて押さえつけてしまってる。それから今は次2つ目は手に力は入れずに他の方法でボリュームを出す。
の音の違いを分かっていただけたらすごく幸いなんですけども、今僕もこれは自分で意識しながら練習している最中です。ですが何が違うかというと、1つ目のパターンっていうのは申し上げた通り、手に力を入れてちょっとグッとこうね、大きい音が出したいからといってとこう押さえつけて下向きに力を入れてしまってる。でこれを手の力は抜けますよね。弦の上に弓が乗ってますから、別に離しててもいいぐらいな感じで。そしてここの腕の重み、これを感じるんですけど、これを感じると一言で言ってもこれがなかなか難しいですよね。腕の重みを感じるっていうのは、例えばですね、こう腕を前にこう出して、腕を前に出すっていうことは、つまりここで支えてるわけですよね。筋肉としてはここの筋肉は頑張ってるけど、こっから先の筋肉は極めて何にもフラフラな状態なんですよ。フラフラで、これで例えば誰かにですね、手をこう預けてこう力を抜いてみるとよくわかります。かなり重いことがわかります。これ右手だけで今支えてますけど、結構ね、こっちの筋肉使うわけです。ですので、この腕の重さっていうのがまず非常に重たいものだっていう風な感覚をまず持っていただいて、でそれで楽器を構えた時にも腕の方からのここの重みがここの先の弦に乗っかるように意識するわけです。これをあんまりこれがこう下がってたりすると力が変な風にかかってしまってうまくいかないので、ある程度やっぱり上げなきゃいけないけど、こんな上げるともう無理やり上げる方に筋肉がいってしまって楽器の方には乗らないわけです、重力が。ですのでこう程よい感覚に保っていただいて、腕の肘の先ぐらいの重みがちゃんと弦の方に伝わるように、そしてその時に右手はフラフラな状態、もう一回今の状態で弾いてた状態で左手で弓を持ちますよ。そうするとこんな感じです。このくらいの感じで持ってやると非常にリラックスしたいい音が出ます。でこれをするときに最後に、この動画多分最後になるんですけども、弓を持つ右手の指がどこにいるかによって微妙に形が変わっていくっていうのが最後に非常に難しいけども真理をついてるんじゃないかと思える内容になっています。つまり弓の持ち方が今までああだこうだといろいろ述べてきたわけなんですけども、結局弾いてる時にフラフラな状態になってますので、こういう状態なんですよ。結局こういう感じなので、何にもこう力を加えてない状態からほんのちょっとだけ弓に指を乗せてるだけですので、例えば元の方に行くと、これちょっと分かっていただけますか。こういった時に下手するとこういう風にこうふにゃんって右手の指がなるぐらいの柔軟さ。さっきこうやって持ったから元に来てもこのままじゃないといけないかっていうわけじゃなくて、元に来たらまあこんな風になってもいいじゃないですか。こんな風に。でもこれは力を入れてるわけじゃないんですよ。こうやってこれがふなーっとこちらに倒れてきたり、先に行ったらどうです？先に行ったら腕は伸びますよね。腕は伸びるということはこのままの形ではもっと倒れてきますので、こうするので小指とかっていうのは当然離れてしまいますよね。だからこちら側にこう指がこう離れていくような、離れていきませんけどね、実際には小指だけ離れるぐらいでいいと思うんですけども、実際にこういう風になっていって元に来るとこんな風になってっていうのをこう繰り返しながら実は
演奏してるわけです。でこれができるとすごいまろやかな音が出るし、力強い音を出したいと思った時もっていう風に音をこう出すんではなくて、もっとこうふくよかなですね、こう腹の底から出るオペラ歌手のようにワーンという音が出るようになると、そういう風に確信を持っています。ですので、初心者でバイオリンを今から習い始めるよとか、そもそも弓の持ち方が結局何が正解なのってわからない人にとっては、この話って結局何言ってるかよくわからんみたいな話になっちゃうので、今まであんまりね話してこなかった内容なんですけども、実際はふなふなな状態ですので、握りしめたりとかですね、一切そんなことはしないでいるわけです。例えば最後にバッハのドッペルっていう2つのバイオリンのためのね協奏曲、一番有名なねバイオリン2本と、バックに弦楽のオーケストラがあるやつで、こう始まりますよね最初。これを何段階かに分けて弾いてみましょう。例えばこういうのもありますよね。ありえますよね。例えばもうちょっとあれだとっていうのもあるし、だんだん柔軟になってきましたね。そしてでもっとふなふなにしちゃうとというふうになるわけですね。これは今何を変えたかっていうと、右手の弓を持つ力を強い方からだんだん弱くしました。でそうすると、どの辺がいいかっていうと、大体このくらいがいいかなってなるんですけど、これだと少し音の輪郭が少しぼやけてしまうので、少し音の出だしだけ気をつけてっていう風にやれば音がクリアに立つので、さっきの指のリラックス度合い、ふなふな具合でもちゃんと綺麗な音が出るわけです。結局今そうやって弾いて、それなりに曲っぽい感じになったところで、どのくらいで持ってたかというと、やっぱりこのくらいで持ってるわけですよ。ということでいろんなパターンで今弾いてみましたけども、皆さんはどれが好きですか？ひょっとしたらこれが好きな人もいるかもしれませんよね。それはやっぱ好みです。こういうのが好きな人もいるかもしれないし、こういうのが好きな人もいるかもしれないし、こういうのが好きな人もいるかもしれないし、いろんな弾き方が弓を持つ指の力加減で大きく変わってくるわけです。ですので厳密に言えばできるだけフラフラな状態で持ってはいるんですけども、その時々場所場所によって少しは力が入ったりっていうのはありますが、明らかにギュッて力を入れて持つことっていうのはほとんどないということですね。これでいろんな弓のボーイングの奏法が可能になってくるわけです。ですのでまたこの動画をですね見ていただいて、次回の動画からはいろんな教本とかやりながら、またですねスピッカートとかデタッシェ、ソーティエ、スタッカート、レガート、マルテレとかっていうですね、そういったボーイングのやり方も今からまた皆さんとですね勉強していけたらいいかなというふうに思っています。ではこの辺で今日は失礼します。最後までご覧いただいてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。